こんにちは。Python VTuber のサプーです。今回は VS コードに AI の機能を追加して使う方法について解説します。AI をコーディングに使うのってどんどん広まっていますよね。ぜひこの動画を見て AI でもっと効率よくソフトウェア開発ができるようになりましょう。このチャンネルは Python やプログラミングに関する情報を発信しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、ディスコードもあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。はじめに説明すると、この動画では前半で VS コードのインストール方法や基本的な使い方、Python のコーディングを行うための設定方法を簡単に説明します。そして後半で VS コードで AI を使う方法について解説します。なので VS コード自体の使い方は分かってるよという人は前半を飛ばして後半からご視聴ください。また逆に VS コードをまだインストールもしてないし、そもそも使ったことがないよという方はぜひ順を追ってご視聴ください。では、まず VS コードの特徴について説明します。VS コードは、マイクロソフトが開発している無料で使えるオープンソースのエディターで、特にプログラミングの時に使われることが多くのプログラマーが開発用のエディターとして VS コードを使用しています。実際に私もお仕事での開発、趣味での開発、VTuber 活動での動画の撮影のシーンで VS コードを使用しています。そして VS コードの最大の特徴は拡張性です。VS コードはインストールした直後には最低限の機能しかありません。VS コードは特定の言語に特化したエディターというわけではなく、インストール後に自分が開発で使いたいプログラミング言語や環境に合わせて拡張機能を追加していくことで様々な言語での開発に使えます。なので Python での開発で使いたかったら Python 用の拡張機能を追加すればよいし、JavaScript での開発で使いたかったら JavaScript 用の拡張機能を追加すればよいし、Ruby での開発で使いたかったら Ruby 用の拡張機能を追加すればよいということです。そして VS コードはオープンソースであり、コードが公開されていて、VS コードの拡張機能は誰でも自由に作ることができます。そのため VS コードの拡張機能は本当にたくさんの種類があって、新しい技術が登場するたびにその技術を搭載した VS コードの拡張機能も登場します。なので AI 技術の発展とともに AI の機能が使える VS コードの拡張機能もどんどん出てきているということです。また VS コードは Windows でもMac でも Linux でも使用することが可能で、この動画は Windows PC で動かしていますが、Mac を使っていても、この後説明する操作を同様に行うことができます。では実際に VS コードをインストールして、Python の開発をするまでの設定、準備をしていきましょう。まず VS コードを PC にインストールします。VS コードの公式のウェブサイトからインストーラーをダウンロードしましょう。このウェブページの URL は概要欄に貼っておきますね。お使いの環境の OS に合わせてインストーラーをダウンロードしてください。私の場合は今 Windows PC を使っているので、この Windows のボタンを押してインストーラーをダウンロードします。インストーラーをダウンロードしたら、そのインストーラーをダブルクリックしてください。そうすると、インストーラーが起動するので、指示に従ってインストールを進めてください。使用許諾契約書の同意は同意するを押して次へを押して、インストール先を指定して、スタートメニューフォルダーの指定をして、追加タスクの選択を行って、インストール準備が完了したので、インストールボタンを押します。これでインストールは完了です。インストールが完了したら VS コードを起動させると、このような画面が表示されるかと思います。ウェルカムページは閉じてしまって大丈夫です。次に基本的な設定と操作方法を説明します。まず VS コードが英語表記になっているので、これを日本語表記に変更しようと思います。まず左のメニューバーにブロックが積み上がっているようなアイコン、拡張機能のアイコンをクリックしてください。ここで拡張機能を検索してインストールを行います。この検索バーに Japanese と入力すると
検索結果の一覧のところに Japanese Language Back for Visual Studio Code という拡張機能があるかと思います。これをクリックすると、右側にこの拡張機能の詳細が表示されます。そしてこのインストールというボタンを押してインストールをしてください。VS コードの再起動が求められるので、このボタンを押して VS コードの再起動をしてください。そうすると確かに日本語表記になりましたね。また VS コードのエクスプローラーの機能を簡単に紹介します。この VS コードの左のメニューバーからファイルのアイコンをクリックします。そうするとここにフォルダを開くというボタンが表示されるので、これをクリックしてこの PC のファイルシステムで管理されているフォルダを開きます。例えば今ここにソースというフォルダがあるのですが、このフォルダへ VS コードからアクセスをするためにこのフォルダを選択してフォルダの選択というボタンを押します。そうするとこの左側のエクスプローラーの部分にソースフォルダの中身がツリー上に表示されます。今ソースフォルダの中にはtest.md というファイルが存在しているのがわかりますね。このファイルの部分をクリックするとtest.md というファイルの中身が右側に表示されます。そしてここでファイルの中身を書き換えて、この左上のこのアイコンをクリックしてメニューを開いて、ファイル保存を押してファイルを保存することで、この内容で test.md ファイルが更新されます。Windows のファイルシステム側から test.md のファイルを開いてみると、確かに test.md ファイルの中身が書き換えられていますね。ファイルの保存のショートカットキーは Ctrl キーと S を同時に押します。いちいちメニューから保存をクリックするのは面倒なので、保存のショートカットキーは覚えておきましょう。また、この VS コードのエクスプローラーからフォルダーやファイルを新規作成することも可能です。マウスのカーソルをエクスプローラーの領域に移動させると、このようなアイコンが表示されて、一番左のアイコンが新しいファイルを作成するためのアイコン、左から2番目のアイコンが新しいフォルダを作成するためのアイコンです。なので、例えば新しいフォルダを作成するためのアイコンをクリックして、名前を Utils として、Utils フォルダにカーソルが当たっている状態で、今度は新しいファイルを作成するためのアイコンをクリックして、新しいファイルを作って、logger.py という Python ファイルを作成します。このようにファイルやフォルダを新しく作って、そしてこのファイルを編集していきます。続いて、Python で開発をするための VS コードの設定をご紹介します。冒頭でも言った通り、VS コードはインストール直後は最低限の機能だけしか備わっていないので、ここから自分で VS コードをカスタマイズしていく必要があります。このチャンネルは Python プログラミングに特化したチャンネルなので、Python で開発することを想定した VS コードの設定をいくつかご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。まず Python という拡張機能があるので、Python という拡張機能をインストールします。先ほどの日本語の拡張機能と同様に、左のメニューバーの拡張機能のアイコンをクリックしたら、Python と検索します。そうすると Python という拡張機能が見つかるので、こちらをインストールしましょう。こうすることで VS コードが Python のインタープリターを認識してくれて、コード保管や定義部分へのジャンプやデバッグを行ってくれるようになります。すでに Python がインストールされている場合、Python ファイルを開くと右下に Python のインタープリターの設定が表示されているかと思います。もしも設定できていない場合は、ここをクリックすることで、このような画面が表示されるので、ここにインタープリターのパスを直接入力するか、VS コードが自動で検知したインタープリターを選択しましょう。もしも今自分が使っている Python のインタープリターのパスがわからない場合、import sys print sys.executable というコードを実行してみてください。そうするとインタープリターの絶対パスが表示されるので、それをコピーして
この入力欄に貼り付けて設定を行ってください。これで、例えばインストールしていないライブラリのインポート文を書くと、コード上に警告が表示されます。波線の部分をホバーすると、警告のメッセージが表示されます。もしも波線が表示されない場合は、また拡張機能を選択して、この PyLance というのが有効になっているかどうかを確認してください。また、呼び出されているメソッドや関数にカーソルを当てて、Windows の場合はコントロールキーを押しながらクリック、Mac の場合はコマンドキーを押しながらクリックすると、定義元にジャンプできます。あとは、この右上の矢印ボタンを押すことで、Python が実行できるようになります。全部はご紹介しきれないんですが、Python という拡張機能を入れることで、他にもいろいろ Python での開発に便利な機能が追加されています。これ以外に Python のコーディングでおすすめの拡張機能は、コードの見た目を整えてくれるブラックフォーマッター、型ヒントから静的解析を行ってくれる MyPy タイプチェッカーです。簡単に一つずつ実演するためにこれらをインストールしておきます。ブラックフォーマッターはインストール後、VS コードの設定ファイルを編集する必要があります。Windows の場合はコントロールキーとカンマを同時に押して、Mac の場合はコマンドキーとカンマを同時に押すと設定画面が表示されます。そして右上の設定 JSON を開くというボタンを押すと設定ファイルである settings.json ファイルが表示されます。ここにこのような JSON を追記してください。で、Python ファイルを開いて、例えば x イコール100プラス200とスペースを一切入れずにコーディングを行い、このファイルを保存すると、自動で必要な場所にスペースが入力されます。このように見た目を自動で整えてくれるのがブラックフォーマッターです。また、このような引数にイント型の値を渡す必要がある関数foo があったとき、foo に文字列を渡すようなコードを書くと、エラーを表す赤い波線が表示されて、波線の部分をホバーすると、このようにメッセージが表示され、型ヒントと矛盾したコードになっていることが事前に検知できるようになります。また、プログラミング全般で使う技術の拡張機能としては、コミットグラフを読みやすくしたり、Git 操作を簡単に行える Git グラフ、Docker のコンテナやイメージを管理しやすくする Docker、クラウド上のサーバーへ SSH 接続してファイル編集を行いやすくするリモート SSH、データベースでデータを閲覧したりクエリー実行ができるデータベースクライアントなどがあるので、ぜひ必要に応じてインストールをしてみてください。続いて VS コードで AI を使ってプログラミングを行う方法について解説します。最近は AI を使ってプログラミングすることに特化したエディターなどもあるのですが、お仕事の都合でエディターが VS コードに限定されていたり、これまでずっと VS コードを使っていたから VS コードで AI を使いたいという人もいるかと思います。そういう人はぜひこの VS コードで AI を使う方法のチャプターを参考にしてみてください。また、現在 AI は本当にすごいスピードで進化していて、それに伴って AI を活用した様々な機能が登場しています。この動画は、この動画を撮影している2025年4月の時点での VS コードでの AI の使用方法についてご紹介しています。そのため動画公開後にこの動画で説明している AI の機能や設定方法、無料で使える範囲などが変更されているかもしれないので注意してください。では VS コードで使える AI の機能を簡単に説明します。まず VS コードで使える AI はいろいろあるんですが、主に3種類に分類することができます。コード保管 AI、チャット AI、AI エージェントの3種類です。コード保管 AI とは、コーディングを行っている最中に AI がコードの続きを予測して、エディター上に続きのコードを表示して提案してくれる機能です。チャット AI とは、自然言語を使った対話形式で AI へソースコードに対する質問を行ったり、コードの提案をリクエストできる機能です。有名なチャット GPT をイメージしてもらえたらわかりやすいかと思います。
最後に AI エージェントは、人間の代わりに AI が何かしらの一連のタスクを自動で実行してくれる機能です。言葉で説明するとちょっと違いが伝わりにくいかもしれないので、これらを一つずつ実演しながら解説していきますね。また、これら3つの AI の機能は、マイクロソフトが開発している GitHub Copilot と呼ばれる AI アシスタントの機能で利用することができます。コパイロット以外にも今、クラインという AI も非常に人気がありますが、導入数としては今のところ GitHub Copilot の方が多いようなので、この動画では GitHub Copilot を使ったコード保管 AI、チャット AI、AI エージェントの機能を中心に説明します。そのため GitHub アカウントを事前に作っておきましょう。GitHub Copilot を使うために GitHub のアカウントを作成します。GitHub のアカウントは GitHub の公式ページを開いて、右上のサインアップのボタンをクリックして、E メールアドレス、パスワード、ユーザー名など必要な情報を入力して指示に従ってアカウントを作成してください。コパイロットは GitHub の有料プランじゃなくても試すことができるので、まずは無料プランでお試しで使ってみることをお勧めします。無料プランでは AI の使用回数や使える AI モデルに制限があるため、最大限コパイロットの AI を活用したい場合は、コパイロットの有料プランに加入すると良いでしょう。この動画で使うアカウントは撮影中に何度も AI を使用する予定なので、有料プランに加入しています。続いて VS コードのコパイロットの拡張機能をインストールします。コード保管 AI の機能を提供する GitHub コパイロットとチャット AI、AI エージェントの機能を提供する GitHub コパイロットチャットを両方ともインストールしておきましょう。GitHub のアカウント作成が終わって拡張機能のインストールが完了したら VS コードの左下のアカウントマークをクリックしてVS コード上から GitHub にログインをします。Web ブラウザーが自動で起動するので、指示に従ってログインを行ってください。ここで少しだけ PR をさせてください。現在、サプーの書籍が販売中です。概要欄に URL を載せておくので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。では、まず、コード保管 AI について説明します。先ほども説明したように、コード保管 AI とは、コーディングを行っている最中に、コードの続きを AI が予測して、エディター上に続きのコードを表示して提案してくれる機能です。使い方は簡単で、VS コード上でコーディングをしていると自動で続きを AI が提案してくれます。例えば、ここにある test.txt というテキストファイルを読み込むコードを書こうと思います。コード保管 AI をうまく使うコツは適切なコメントを書くことです。なので、今回だと、#test.txt ファイルを読み込むとこのようにコメントを書いてエンターを押すと、エディター上にうっすらと with open から始まる test.txt ファイルの読み込みのコードが表示されています。これが AI が提案してくれたコードです。AI が提案してくれたコード全体を採用したい場合、タブキーを押します。実際に押してみると、提案されたコード全体が採用できました。さらに WIZK の中のコードも AI が提案してくれています。もしも提案してくれているコードとは違うコードで編集したい場合はいつも通り自分でキーボード入力を行ってファイルを編集すれば AI の提案は採用されず自分で入力したコードでファイルが編集できます。なので今この lines となっている部分を自分で x イコールと書き直してみました。そうすると先ほどうっすら表示されていた lines イコールという AI の提案は消えていますね。次は提案されたコードの一部だけを採用しようと思います。今、ファイルをリードで読み込むように提案されているんですが、リードラインで読み込むようにしたいと思います。次の単語までを採用したい場合、Windows の場合は、コントロールキーと右矢印キーを同時に押します。Mac の場合は、コマンドキーと右矢印キーを同時に押します。このショートカットを連続して押していくと、このように1単語ずつ AI が提案したコードを採用することができます。
なので、リードまでこのショートカットで提案を採用して、この続きを丸括弧じゃなくて、ライン丸括弧と書けば、途中まで AI に書いてもらって修正したい部分だけ自分で修正したコードを書くことができます。また、複数の提案を確認したい場合は、Windows の場合は Alt キーと左に開いた角括弧を同時に押して、Mac の場合は Option キーと左に開いた角括弧を同時に押します。例えば、次のコードの提案が表示されたので、このタイミングでこのショートカットを押すと、このように他の提案が確認できます。コードを書きながら少しずつ提案してもらうのも良いのですが、関数やクラスを丸ごと一気に提案してもらうこともできます。例えば、ウルード氏を判別する関数とコメントを書くと、このように一気にウルード氏を判別する関数を AI が提案してくれます。これがコード補完 AI です。コード補完 AI を上手に使う方法は、先ほども言ったようにコメントを適切に書いていくことと、また変数名や関数名などが実態に即した名前になっていると AI がコードの意図を読み取りやすくなり、精度が上がります。さらにコード補完 AI では VS コード上のタブで開かれている他のファイルの内容も考慮して提案してくれるため、今編集しているファイルに関連するファイルを VS コード上で開いておいた方が良いです。続いてチャット AI について説明します。チャット AI とは対話形式で AI に対してソースコードに対する質問を行ったり、コードの提案をリクエストできる機能です。チャット GPT などチャット形式の AI は今かなり普及しているためイメージしやすいかなと思います。コパイロットのチャット AI を使うには VS コードの上部にあるこのコパイロットのアイコンをクリックしてください。そうすると、右側にチャット欄が表示されます。このチャット欄の下の方に、プルダウンが2つあって、左側が AI のモードの切り替え、右側が AI のモデルの切り替えになります。AI のモデルとは AI の種類のことで、AI を作った組織や賢さや得意なことや返答までにかかる時間が違います。今後確実に今より賢い新しい AI モデルが出てくると思うので、ぜひ AI を使うタイミングでどの AI が良いか自分の好みや予算に合った AI モデルを選択してください。今回はデフォルトで設定されている GPT-4o というオープン AI という組織が作った AI を使っていこうと思います。そしてこのモードの切り替えはどのように AI を使うかのモードが切り替えられて、質問するというモードはその名の通りコードに対して質問をすることを目的にしたモードで、編集というモードは AI がコードの編集まで手伝ってくれるモードです。まずは質問するというモードを使ってみます。例えば今フラスクで作った Web アプリのソースコードがあります。これはフラスクの動画で作った Web アプリで、コード内容をここでは細かく説明しないのですが、画面は2つしかなくて、書籍の一覧を表示させるための一覧画面と、書籍の情報を登録するための登録画面があります。書籍の情報は入荷日、タイトル、金額の3つです。では、このソースコードに対して何か質問を投げてみたいと思います。ただ、今開いているファイルが main.py だけなので、この状態だと AI は main.py のコードの中しか見てくれません。なので、このコンテキストを追加するという部分をクリックして、コードベースというところをクリックしてください。そうすると AI は今 VS コードで開かれているプロジェクトフォルダーの中のすべてのファイルを見て質問に答えてくれます。今回プロジェクトフォルダーの中のファイルが少ないのでコードベースを使っていますが、プロジェクトフォルダーの中のファイル数が膨大な時はコンテキストを追加するから AI に見てほしいファイルを自分でピックアップしてファイルを直接選択した方が良いでしょう。では何か質問してみようと思います。例えば、フラスク R という Web アプリにおいてどのようなエンドポイントがあるかを教えてくださいと入力してエンターを押すと、
このようにどのようなエンドポイントがあるかを教えてくれます。Get のインデックス、Get のフォーム、Post のレジスタと確かにこの Web アプリのエンドポイントを正しく回答してくれました。また、あえてバグを仕込んでみます。レジスタという関数で、リクエストからタイトルというパラメータの値を取得しているんですが、文字列タイトルの E を削除してタイピングミスをしたことにします。この状態で Web アプリから書籍の登録処理を行おうとすると、エラーが発生します。このエラーメッセージをコピーしておいて、このチャットにエラーメッセージを貼り付けて、書籍の登録で上記のようなエラーが出ます。どうしたら良いですかと質問してみると、どこが間違っているか回答してくれました。確かに先ほどあえてバグを仕込んだ場所を特定し、正しい修正の方法を教えてくれましたね。このようにソースコードに関する質問や開発中に遭遇したエラーを解消するために質問を行ってみましょう。続いて、モードを編集に変更して AI がコードの編集まで手伝ってくれるモードを使ってみましょう。今、質問するとなっているモードを選択するプルダウンから編集を選択します。そうすると、これまでのチャットのセッションは終了して新しいチャットが始まります。その確認のポップアップが表示されるので、はいを押します。では、先ほどあえて仕込んだバグを直してもらおうと思います。先ほどのエラーをまた貼り付けて、書籍の登録で上記のようなエラーが出るので直してくださいと AI に編集を依頼します。このチャットの中で開業を行うには、シフトとエンターを同時に押します。そうすると、コード上にこのような赤い行と緑の行が表示されました。赤い行は元々のコードで、緑の行は AI が提案してくれているコードです。この差分をよく確認して、AI が正しいコードの編集を提案してくれていると思った場合は、この変更を保持するという部分をクリックして、もしも提案を受け入れたくない場合は、この真ん中のこの変更を元に戻すという部分をクリックしてください。今回正しいコードの修正を提案してくれているので、この変更を保持するをクリックします。そうすると、ファイルの内容が AI が提案してくれた内容で書き換わりました。このようにチャットをしながら AI がコードの編集まで手伝ってくれます。では、もう少し大きい編集をお願いしてみましょう。また、コンテキストを追加するから、コードベースを追加して、例えば、一覧画面から書籍を選択して、選択された書籍のデータを削除する機能を作ってください。というコードの編集をお願いしてみると、このようにコードを提案してくれました。先ほどここの表記が1分の1だったんですが、今回は3分の1となっていて、3箇所を編集する箇所があることを意味しています。一つ目は、この main.py で新しいエンドポイント、デリートを作成してくれています。これを採用しようと思うので、チェックボタンをクリックします。チャット欄を見ると、他に index.html を編集することが提案されています。なので、index.html を開いてみると、ここでは2つの修正箇所があります。この上下の矢印ボタンを押すと、編集箇所へ移動できます。まずテーブルに操作という項目を追加するため th タグに操作が追加されています。あとは半角スペースの追加と対象の書籍を削除するためポストするというコードが書かれています。両方とも問題なさそうなので、今度はすべての編集の提案を採用するため、この保持というボタンをクリックします。そうすると一つ一つチェックのボタンを押さなくても一気に AI の提案が採用できます。main.py の変更が反映されて、index.html の変更も反映されたことを確認して、実際に Web ページを更新してみると、
削除ボタンが追加されましたね。で、例えば一番下のデータの削除ボタンを押してみると、確かに一覧から削除されました。念のため一覧画面をリロードしてみても、表示されないので、データベースからも削除されているのがわかりますね。このようにチャット AI の機能は、対話形式で AI に対してソースコードに対する質問を行ったり、コードの提案を自然言語でリクエストすることができます。続いて AI エージェントについて説明します。AI エージェントは人間に代わって AI が一連のタスクを自動で実行してくれる機能です。先ほどのチャット AI の編集モードと似ているように思われるかもしれませんが、AI エージェントにタスクをお願いすると、自動でタスクを一つずつ実行して、AI が自らその実行結果を確認し、もしも想定通りの結果が得られない場合、AI が自動で修正を繰り返すため、自律性の高い AI 機能になります。また AI エージェントはチャット AI に比べてもっとできるタスクの幅が広く、いくつかの手順を踏まないといけないようなタスクも処理してくれます。では実際に AI エージェントを使ってみましょう。今度はモードのプルダウンからエージェントを選択します。もしもエージェントという選択肢がない場合、VS コードのバージョンが最新ではない可能性があります。その場合は歯車のマークを押して更新の確認をクリックして VS コードを最新にしておいてください。AI エージェントに何かしらのタスクを依頼するには、これまでと同じようにチャット欄に依頼内容を入力します。今回は書籍のデータの更新画面と更新機能を作ってもらって、それを Git 管理された状態にしてもらおうと思います。Git のコマンドを実行することは、先ほどのコパイロットのチャット AI では行ってくれないため、AI エージェントならではの機能となります。また、エージェントの場合は、コンテキストの追加からコードベースを選択しなくても、自動でプロジェクト全体のコードを読み込んで、タスクを自動で実行してくれます。なので、フラスカールというアプリに書籍のデータの更新画面と更新機能を作ってください。そして一覧画面から書籍の更新画面へ遷移できるようにしてください。また、このプロジェクトのリポジトリを作成してコミットを行ってくださいと入力するだけで OK です。また、今回モデルをO4 ミニに変更してエージェントにタスクを依頼しようと思います。というのも、このコパイロットのエージェント機能は、モデルが 4O だとやや動作が安定しない傾向があるように感じました。モデルが O4 ミニだと比較的うまく動いたので、今回はモデルを O4 ミニに変更して動かしてみます。これでタスクを依頼してみると、最新の O4 ミニモデルへのアクセスを有効にするか聞かれるので、イネーブルボタンを押します。そうすると自動で AI が更新画面と更新機能を作ってくれます。少し時間がかかるのでしばらく待ちます。ここで AI エージェントの作業が止まりました。見てみると、main.py とindex.html に変更を行い、edit.html というファイルを作ってくれたみたいです。ファイルをどのように変更したのか、どんな新しいファイルを作ったのかを確認するために、この元に戻すの右にあるすべての編集を表示という部分をクリックしてみます。そうすると AI が行った編集の内容が表示されるので、これを確認してみると、main.py に更新画面を表示するための edit という関数が作られていて、更新処理を行うためのアップデートという関数が作られています。そして一覧画面に更新というリンクが作られて、そして更新画面用の edit.html ファイルが作られているのがわかります。ここで変更内容を確認して、問題がなければすべての編集内容を保持というボタンをクリックします。今回は AI が行った変更をすべて採用します。続いて Git のリポジトリ作成のためのコマンドが表示されていて、これを実行して良いか聞かれています。
コマンドを確認して実行して良いと判断したら、この続行のボタンを押します。今回は問題なさそうなので、この続行のボタンを押します。先ほどのコマンドでエラーが出たようで、トークン&&はこのバージョンでは有効なステートメント区切りではありませんと表示されています。AI エージェントは自動でこのエラーを確認して別のコマンドを提案してくれています。ステートメント区切りを&&じゃなくてセミコロンにしてくれたようですね。このように実行結果がエラーになったら AI が自動で修正を繰り返してくれます。また、この続行のボタンを押すと今度はコミットがうまくいったのがわかりますね。問題なさそうなので、これで Web アプリの画面を更新してみると、確かに一覧画面の削除ボタンの横に更新というボタンが作られていて、例えば腹ペコ青虫の更新ボタンを押すと、腹ペコ青虫のデータの更新画面が表示されて、タイトルを例えば、腹ペコ青虫2にして、金額も1110円に10円追加した状態で更新ボタンを押すと、データがちゃんと更新できているのがわかりますね。また、コマンドラインツールを新しく開いて gitlog-1line と実行してみると、ちゃんと Git のリポジトリが作られてコミットされているのもわかりますね。AI エージェントはこんな風にコードの編集だけにはとどまらず Git の操作も行ってくれます。またエラーが表示されたら自らどうやったらエラーが解消するのかを考えてその提案も行ってくれます。Git 操作以外にもいろいろなことができるのですが、特に MCP サーバーを使うともっとできることの幅が広がります。次のセクションでは今話題の MCP サーバーについて説明します。続いて MCP サーバーを使ってみたいと思います。MCP とはモデルコンテキストプロトコルの略で様々なデータやサービスを AI と連携するためのプロトコルです。ここまでの実演でコンテキストの追加というボタンでワークスペースのコード全体を AI に見えるようにしたんですが、これと似たようなもので様々なデータやサービスを AI と連携するために使う技術と考えてもらえたら良いかと思います。また、サーバーという名前ではあるんですが、このサーバーはクラウド上で動いているものではなく、自分のローカル PC 内で起動されます。言葉で説明するよりも実際に使っているところを見た方がわかりやすいと思うので、早速使ってみたいと思います。MCP サーバーを使うには、このプロジェクトフォルダーの中に、.vs コードというフォルダーを作成します。そしてこの中に mcp.json という JSON ファイルを作成します。この mcp.json というファイルに MCP サーバーの設定情報を記載することで、いろいろなサービスやデータと AI を連携させることができます。そして今回は GitHub と AI を連携させようと思います。なので GitHub 用の MCP サーバーの設定をこの mcp.json に記載することで、このプロジェクト内で AI と GitHub が連携できるようになります。で、どのような記述をしたらよいのかというと、モデルコンテキストプロトコルという組織のサーバーズという公開リポジトリの中にテンプレートが記載されているので、そちらを見てみましょう。このリポジトリの URL は概要欄に載せておきますね。この README のところに、GitHub 用の MCP サーバーを使うための設定テンプレートへのリンクがあるので、これをクリックします。そうすると、このようなドキュメントが置いてあるのですが、下の方に Usage with Cloud Desktop と記載されている部分があります。Cloud Desktop と書かれていますが、VS コードでも少し変更するだけで使えます。この GitHub の MCP サーバーを動かす方法は、Docker と NPX があるようです。今回は NPX を使って GitHub の MCP サーバーを動かしたいと思います。なので Node.js がインストールされている必要があります。Node.js の公式サイトに Windows 用のインストールコマンドと
Mac 用のインストールコマンドが記載されているので、環境に合わせてコマンドを実行してインストールをしておいてください。コマンドラインツール上で npm-v と入力して、バージョンが表示されればインストールが正常に完了しています。そしてこの GitHub のページに記載されている JSON の記述をコピーします。そして先ほど作成した mcp.json というファイルに貼り付けます。ただし一番上に書かれている MCP サーバーズという記載を先頭が小文字のサーバーズに変更しておいてください。今回 GitHub 用の MCP サーバーを一つだけ使うんですが、もしも複数使いたい場合は、このサーバーズの中にそれぞれのサービスに応じた MCP サーバーの設定情報を追記していけば OK です。で、この GitHub の MCP サーバーの設定情報には何が書かれているのかというと、コマンドというのは MCP サーバーを起動するためのコマンドで、args が引数、env が環境変数の設定になります。env に GitHub パーソナルアクセストークンとあるので、この MCP サーバーはこの PC の中の GitHub パーソナルアクセストークンという環境変数を見に行くか、もしくはこの JSON ファイルに設定した GitHub パーソナルアクセストークンという値を指定します。両方設定されている場合は、このファイルで設定されている値が優先されます。ただ、ファイルにアクセストークンを直接書くのは良くないので、今回は環境変数に GitHub のアクセストークンを設定していこうと思います。アクセストークンを取得するには GitHub のページを開いて右上の自分のアイコンをクリックしてセッティングスをクリックして左のメニューバーの一番下にあるデベロッパーセッティングスというところをクリックします。そうすると、このような画面が表示されるので、パーソナルアクセストークンズを開いて、Fine Grained Tokens というところを押して、Generate New Token をクリックします。そうすると、このような画面が表示されるので、トークンネームに何か適当な名前を設定します。今回は MCP テストとしておきます。そしてリソースオーナーが自分になっていることを確認して、有効期限は適切なものを選択します。今回はこの撮影用なので、7日間と短くしておきます。そしてレポジトリアクセスを All Repositories にして、レポジトリパーミッションのところを開いて、Administrations というところのプルダウンから、アクセスをRead and Write に変更して、コンテンツというプルダウンも Read and Write に変更しておきます。最後に一番下の Generate Token を押します。確認のためのポップアップが表示されるので、内容を確認して Generate Token というボタンを押します。そうするとアクセストークンがここに表示されるので、これをコピーしておきます。Windows PC の人はこのようなコマンドを PowerShell で実行して環境変数を設定し、Mac の人はこのようなコマンドを実行して環境変数を設定してください。この PC は Windows なので、setx GitHub Personal Access Token ダブルコート先ほどコピーしたトークンダブルコートというコマンドを実行して環境変数を設定します。また先ほどの mcp.json ファイルに戻って、このenvの部分を削除しちゃいます。これだけで OK です。mcp.json ファイルを保存して、この更新のボタンを押します。で、このチャット欄のドライバーのようなマークをクリックしてみると、このように MCP サーバー、GitHub と書かれていると思います。これで GitHub 用の MCP サーバーは起動していて AI がこれらの操作、例えば Search Repositories つまりリポジトリの検索とか Push Files つまりファイルのプッシュなどができるようになっているということです。では早速 AI エージェントにこの GitHub 用の MCP サーバーを使ったタスクをお願いしてみようと思うんですが、念のため一つ設定を加えたいと思います。また VS コードの設定画面を開いたら検索バーにエージェントと入れると
まだ実験段階ではあるものの、AI エージェントが深く考えるための設定があります。念のため、これにチェックを入れておこうと思います。これで AI エージェントにタスクをお願いしようと思います。これまでで扱ってきたフラスク R というアプリですが、先ほどの AI エージェントへのタスクで、ローカルのリポジトリは作ったので、今度はこれを GitHub に公開するようにお願いしてみましょう。なので、フラスク R という Web アプリはローカルの Git で管理されています。GitHub 上に新しいリモートリポジトリ MCP テストフラスクアップを自ら作成してファイルをプッシュして GitHub 上で公開してください。このように AI エージェントに頼んでみようと思います。作業が始まったので少し待ちます。そうすると、クリエイトリポジトリの実行をするか聞かれます。確かにリモートリポジトリを作る必要があるので、続行ボタンを押します。また、ローカルリポジトリにリモートを追加してメインブランチを GitHub にプッシュするコマンドを提案されました。これも続行を押してみます。ステートメント区切りを&&で間違っていたみたいで、今度はセミコロンを使ったコマンドを提案してくれました。続行を押します。これで作業が完了したようです。では表示されている URL にアクセスしてみると、確かにフラスク R のソースコードが公開できているのがわかります。このように様々なサービスやデータと AI を連携させることができるのが MCP サーバーです。今回は GitHub しか使えませんでしたが、これ以外にも、例えば PostgreSQL や Google ドライブなどとも連携ができるので、ぜひいろいろ試してみてください。どんな MCP サーバーがあって、どんなコマンド、引数を JSON ファイルに書いたら良いのかというのは、先ほども言ったように、モデルコンテキストプロトコルという組織のサーバーズというレポジトリの README のリンクをたどって確認してみてください。また先ほども少し触れたのですが、AI エージェントの機能は今現在の状況だとクラインという AI のサービスの方が良いかもしれません。簡単にクラインについて説明すると VS コードの拡張機能にクラインというものがあるので、これをインストールしてVS コードの左のメニューバーのクラインからクラインを開きます。そうすると Get Started for Free というのがあるので、これをクリックします。クラインははじめに無料クレジットが付与されるため、まずは無料枠でクラインも試しに使ってみてください。Get Started for Free のボタンを押すと、ブラウザーが起動してアカウントを作成するように促されるので、指示に従ってアカウントを作成します。そうすると、今度は左側に先ほどのコパイロットのようなチャット欄が表示されます。クラインの場合は、ここをクリックすることで、モデルを変更できて、ここでモードを切り替えます。モードは2つあって、プランモードはクラインと一緒にじっくり計画を立てるモードで、アクトモードは立てた計画に基づいてクラインに実行してもらうモードになっています。またここをクリックして、私たちに同意を取らずに AI が勝手に実行することができるタスクを指定できます。例えば、Read Project Files、Read All Files で AI が同意を取らずにすべてのファイルを見れるようにして、Edit Project Files、Edit All Files で AI が同意を取らずにすべてのファイルへ書き込みを行うようにするといった具合です。プランを立てなくてもアクトモードでここから何かタスクを依頼することで先ほどのコパイロットの AI エージェントのようにタスクを実行してくれます。ぜひこちらも合わせて試してみてください。ここで AI を使う時の注意点について説明させてください。これまで操作してきたように AI はとても賢く、私たちのプログラミングのサポートをしてくれるようになりました。ただ AI を使う時注意したいことがいくつかあります。まず一つ目は AI が提案するコードや実行しようとしている操作が問題のないものなのかどうか確認を怠らないようにしましょう。例えば AI がこのようなコードを提案したとします。セレクト文を実行する単純なコードですが、受け取ったネームという値を直接 SQL 文の中に埋め込んでいます。このようなコードはセキュリティ的に危険なコードです。
AI が危険な行動、自分が意図していない動きをする行動を生成する可能性はゼロではないので、常に AI の出力を確認して問題ないかをチェックするようにしましょう。二つ目はデータの流出です。エディター上で対話する AI を使っていたとしても、AI の本体はクラウド上で動いているため、私たちのコードのデータは AI が動いているサーバーへ転送されています。つまり AI を使う場合、AI に見せているコードがAI サービスを運用している会社、例えば OpenAI や Google といった会社へ渡っているということになります。それらの会社がそのデータをどのように利用管理しているのかを確認して、それが自分たちにとって問題のない範囲なのか判断してから使った方が良いでしょう。特にお仕事でのプログラミングにおいては、必ず会社としてチームとして AI を使うことが許可されているのか確認して、問題がないとされている場合にのみ使うのが良いでしょう。また先ほど見せたように AI エージェントは GitHub へファイルをプッシュすることも可能です。意図せず認証情報やサーバーの情報が書かれているファイルがアップロードされてしまうことがないようにしましょう。この動画で実演した AI の出力結果は、どれもほぼ想定通りで、AI が完璧な出力をしてくれるように見えたかもしれないのですが、今回使ったフラスクのアプリは勉強用のコードで、コード量がかなり少なかったため、AI が能力を発揮しやすい状況だったと思います。一方、お仕事で扱うソースコードや環境というのは、ファイル数が数百、クラス数も数百、テーブル数も数百というケースもあり、もっともっと複雑なコードであることが一般的です。ソフトウェアが巨大で複雑になってくると、現在の AI では十分な効果を得られないことも多いです。もちろん今後 AI はどんどん進化していくと思うので、巨大なプロジェクトコードでも完璧な動きをしてくれるようになるかもしれませんが、今現在の状況ではそうではないと個人的に感じるので、この動画を見て AI が万能である、AI さえあればプログラマーは不要であるといった感想を持ったとしたら少し誤解させてしまったかもしれません。あくまでこの動画では AI の機能を紹介するために AI が良い出力をする傾向にある小さめのサイズの勉強用のコードを使っていたということをご理解いただけたらと思います。今回の動画は以上になります。今後も AI はどんどん進化していき、私たちのコーディング作業、ソフトウェア開発をより強力にサポートしてくれるようになると思います。ぜひ安全にプログラミング AI を使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。